ざいます。おはようじゃないんですけど、全然昼なんですけど、今日は Vlog 撮るつもりじゃなかったんですけど、今から自分の働いてるジムに行ってトレーニングしようと思ってたので、そのトレーニングの様子と、あと食事の様子とかも、その後帰ってきたらお昼ご飯食べたりしたりするので、Vlog も込みで唐突ですが撮りたいと思います。はい。たーくん、じゃあちょっと行ってくるね。なんか今日長くない？体。ちゃんとご飯食べたのね。もう眠タイムだよね。行ってくるよ。いいの？にんに。ジムに着いたので今日は背中トレからやっていきたいと思います。まずはメニューは適当に決めるんですけど、自分の職場でやるときはこのパワーラックがあるので、パワーラックでできる範囲のことをやります。ラットプルダウンの時はなんかもともとついてるやつより、私はこの手が内に向いてるやつの方が使いやすくて、それを使ってます。さっきは背中の広いところを、広がりを鍛えるやつやったんですけど、次は後ろ、背中の厚みを作る筋トレ、厚みを作るトレーニングやっていきます。でパワーラックでやるときはこういうケーブルにアタッチメントを、両手で持てるアタッチメントをつけてやるんですけど、エニタイムとかに行ったらもうそれ用のマシンがあると思います。無理かも。胸椎は伸展とか言われるんですけど、私めっちゃ硬くて最初分かんなかったんですけど、なんかヨガでキャット&カウっていうポーズとか、あとコブラのポーズとか、ああいう腰は女性って特に反らせるのめっちゃ得意じゃないですか。でも腰より上の骨をこう反らせるのってめっちゃ難しいんですよ。だけどさっき言ったコブラのポーズとかキャット&カウって腰もまあもちろん多少は湾曲するんですけど、胸のところをストレッチする上でめちゃくちゃいい動きなので、その2個を最近毎日やってます。毎日やって、あとはストレッチポール背中に置いて伸ばしたりとかしてからトレーニングしたりとかやってます。いいよ。行くぜ行くぜ。次は私のお気に入り種目、ケーブルプルオーバーなんですけど、ケーブルプルオーバー、ラットプルも背中の広がりとかウエストが細く見える筋肉鍛えられるはするんですけど、ラットプルは
どっちかっていうと厚み重視だとしたら、ケーブルプルオーバーの方が関節が1個しか動かない分引き伸ばしてしっかり引き伸ばして縮めるっていう動きを入れられるので、よりお腹ウエスト細く見せたいなって人にはおすすめ。あと重さたくさん上げなくてもちょっと多めの回数でやるとシルエット作りにめちゃくちゃいいので、ラットプルもやるけど基本このラットプル、普通のローイング系の種目、ケーブルプルオーバーは3つはやるようにしてます。よいしょ。私は低身長なので幼児体型に見えがちなんですけど、その原因の一つにウエスト骨格ウェーブだから、太くはないんですよ。太くはないけどウエストとこの胸の横までの太さがずっと一緒なんですよね。一緒だったんですよ、ずっとここが。だからちょっとこう子供っぽい体型に見えてたんですけど、背中トレしてこの脇の下のところに若干広がりができて、胸もこの小胸筋とか胸の上部のところにこういう後ろからも前からもこういう曲線ができて、でその代わりウエストがこう細く見えるみたいなシルエットができてから、だいぶ子供っぽい体型を脱出できた気がします。以上です。背中トレ以上です。3種目しかしません。週にやるんですけど、4種目本当は今日いつもだったらフェイスプルとか後ろ側、肩の後ろ側とか入れるんですけど、あんまり詰め込んでこうエネルギーある時にやるぞみたいにやっちゃうと、次ジムに行く時のハードルが上がっちゃったりとか、筋肉痛がしんどくて次のトレーニングに支障が出たりとか、いろいろ人それぞれ体力とかも違うと思うので、私はとりあえずジムに行くっていうのが目標だから、もうあえて3種目とか少なく丁寧にやって帰る。そしたら次ジム行った時にもっとやりたいなって気持ちになったりとか、ハードルが低くなるのでジム行くのが億劫じゃなくなる。背中、胸、肩、お尻分けてやってるから、昨日はお尻やって今日は背中やって、明日はお休みにするか、体力残ってたら肩トレ家でするかみたいな感じで、休みも筋トレのうちと思って休みやってます。最後ストレッチして終わりましょう。ストレッチもいろいろありますけど、胸椎とあと肩甲骨周りが私はめちゃくちゃ硬くて、背中トレとか胸トレする時にあんまりいいフォームができなかったりするので、それを伸ばします。いつもこういうストレッチポールでもいいし、タオル巻いたやつでもいいし、痛いかもしれへんけどフォームローラーとかでもいいから背中の後ろに置いて伸ばすんですけど、この時に腰も一緒に反ってきちゃうと意味がないから、お腹できるだけちょっとお腹に圧グッと入れたまんま胸の後ろだけ伸ばす。腰もお尻もプリーンってなっちゃうんじゃなくて、お腹を圧かけたまんま胸の後ろだけ。余裕があったら頭ついて手も万歳。あとはこの脇の後ろ側、さっき使ったところを柔らかく伸展させたらコブラ。ないしは脇の横ぐらいに手を置いて肘閉じてこのまま反らせるんですけど、この時いつも私は腰でグイーって言っちゃってたんですよ。だけど腰はあんまり反らせずに、まだ硬い上半身だけ作って、ということで急いでお昼ご飯を作っていきたいと思います。お腹めっちゃ空いてます。お米炊くの忘れててさ、家に米がなくて
そば使って10割そばじゃないおそばを買ったんですよ。でなんか調べによると10割そばの方がそば粉だから血糖値が上がりにくいみたいなのを見まして、まあでもそんなに変わんないとはいう意見もありましたけど、小麦粉これだと入ってるじゃないですか。10割そばの方がなんとなく気持ち的にもいい気がして、次買ったそばはね10割そばにしました。もし選べるなら、パンよりは米かなぐらいのことは意識してるんですけど、だから別にいいけど値段があんまり変わんなかったから、ならって思って10割そば買ってみました。藤粉入れます。今日さ、なんとしてでもってことじゃない。いやでもわりかしなんとしてでもゲームしたいんですよね。ゲーム配信けど、旦那さんの知り合いの方が結婚祝いでくれたお皿らしいんですけど、お蕎麦入れるとめちゃくちゃ映えるんですよ。めっちゃ可愛くて、このさ夏に向けて蕎麦とかそうめんとかがめちゃくちゃ食べたくなる季節。間違えた、グリル消しちゃった。やばい、こんだけしてる。じゃじゃじゃーん、今日のお昼ご飯の完成です。お昼ご飯はそうめん、違う、お蕎麦とホッケと小松菜、チンゲン菜の塩昆布炒め。いただきます。ごちそうさまでした。眠いけど洗い物して、動画編集して、動画編集のご褒美にゲームして。前髪ね、一回動画作ってるんですよ。 TikTok かな。ちょっと見返してみてください。前田さんの筋トレや美容 Vlog めっちゃモチベーション上げてください。ありがとうございます。筋トレ動画も今日ね撮ったんですよ。どんな筋トレしてるかな。お家入った、うるさいね、ごめんね。ちょっともうご飯も作る気力もないくらい集中してしまってて、今8時52分、9時前なので、旦那さん帰ってきたら外食一緒にご飯食べに行くか考えます。そんな忘れた。日本人の遠慮してる時みたいになってる。やばい。ちゃんと聞こえるのかな、雑音とか入らず。赤いののけないとか。玉ねぎが辛くない、甘い新玉ねぎ。一口で食べたらさ怒られんのかな。一口で食べたらさ下品とか言われるのかな。よくこの間さ、ちゃうわなんかさ、とりあえずお金払ったら印刷できる。トリセーロ。前はなんか家でもそれ作りたい。